こんにちは、ゆうです。今回は淡い色合いのコーデュロイキャップとテディベアモチーフの T シャツを新しく作りましたので、こちらをご紹介していきます。キャップは春先ぐらいから試作品を着用していて、動画内でもたまに使っていました。素材はちょっと秋冬っぽいですが、淡い色合いにしたので、これからの季節にも使えるかなと思います。このちょっとモコモコしたコーデュロイの描き方は動画の後半でキャップのメイキングと一緒にご紹介しますので、よかったら最後まで見てみてください。デザインを詳しくご紹介していきます。今着用しているのはコーデュロイキャップのミントカラーとテディ T シャツのグレーです。キャップのロゴは山や波をイメージしたデザインにしてみました。T シャツにプリントされたテディベアも春夏っぽくラグラン T シャツを着ています。左腕と脇に小さなピスネームでアクセントをつけました。背中のテディベアも後ろ姿になっています。テディベアの洋服は秋冬にセーターを作ったので、以前そちらを着てくださった方は T シャツバージョンもぜひ着てみてください。ちなみに今回はまた新しい住人さんを追加しています。ノアという名前の女の子です。今回のデザインはすべてこのノアというアカウントで配布をしています。ノアのアカウントはお洋服専用アカウントとして今後使っていく予定です。作者 ID が U とは異なりますので、検索される際はご注意ください。それでは他のカラーバリエーションもご紹介していきます。先ほどからノアが着用していたのはインディゴカラーのキャップとピンクの T シャツです。ピスネームと同じ色合いの無地 T シャツを着たテディベアをプリントしてあります。甘すぎないピンクなので男の子でも可愛く着れるかなと思います。次はピンクのキャップとブルーの T シャツ。テディベアも濃いブルーの無地 T シャツを着ています。ボーイッシュな印象のキャップコーデもパステルカラーでまとめるとかなり女の子っぽさが増すかなと思います。次はキャメルのキャップとホワイトの T シャツ。テディベアも赤いボーダーの T シャツを着ています。男の子も女の子も似合うデザインだと思うので、ぜひお揃いで着用してほしいです。最後はホワイトのキャップとブラックの T シャツ。テディベアはネイビーのボーダーの T シャツを着ています。ホワイトとキャメルのキャップはロゴのデザインを少し変えています。モチーフは同じで丸い形のデザインにしてみました。今回作ったのはキャップと T シャツでそれぞれこの5色ずつになります。キャップと T シャツはそれぞれどの組み合わせにしても合うように色を選びました。女の子も男の子も全部の色味着られるんじゃないかなと思います。カラーバリエーションをたくさん作ったので、ぜひお友達と一緒にお揃いコーデで写真を撮ってみてください。ここからはマイデザインのメイキングをご紹介していきます。今回はこのコーデュロイキャップのメイキングの様子を撮影してみました。テディベアのデザインは以前冬に作ったテディベアセーターとほとんど同じドット絵になります。セーターでメイキングの様子をご紹介していますので、メイキングが気になるなと思ってくださった方はこちらの動画を見てみてください。さて、今回のメイキングですが、まずは分かりやすい色と形でコーデュロイ生地の凹凸のある質感の描き方について解説してみたいと思います。最初にノーマルのマイデザイン機能の方で色も作りながら描いていきますので、よろしければ動画を一時停止しながら一緒に作ってみてください。作ったデザインはそのまま家具のリメイクなどに使えると思います。その後、色変更のポイントや
キャップとして作る時のポイントもご紹介していきます。コーデュロイ生地は使用するカラーパレットも6色ほどです。描くのも直線だけでいいので、そんなに難しくないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。それではまず通常のマイデザインアプリを起動してお待ちください。わかりやすいようにあらかじめすべて真っ白のカラーパレットと透過色で塗りつぶしたキャンバスを用意しておきました。まずはじめにペン先の大きさを4マスサイズに変えて、こんな風に端から縦にまっすぐ直線を引いていきます。これはデコボコしたコーデュロイ生地の出っ張っている部分になります。それでは色を作ります。今回はわかりやすいように色合いが一番左、鮮やかさが一番右の原色のような赤で作ってみます。最初に作る色は少し明るさを抑えましょう。今の目盛りを0として、1、2、3、4つ目盛りを左にずらして少し暗めの赤を作りました。この赤を使って先ほど示したように直線を引いていきます。隣に1マス分開けてもう1本線を引きます。このラインは後で生地のへこんでいる部分になります。同じ要領で全面に線を引いていきます。全面にラインを入れてストライプ模様になりました。次は今描いたこのラインの上に細いペン先で明るい色を重ねていきます。それではまた色を作っていきます。基本的には色合いと鮮やかさは先ほどと同じ。明るさだけを変えていきます。目盛りを1、2、左に2つ分ずらしました。最初に作ったのはこちらの色。それよりも少し明るい色にしました。作った色を使って先ほど示したようにまっすぐ縦に線を引いていきます。同じ作業を繰り返すのですが、ラインツールを使うとまっすぐの線を簡単に引くことができます。次はこの間のラインを塗っていきます。この部分の色だけ鮮やかさを少し下げると生地がへこんでいるように見えます。それでは色を作ってみましょう。まずは今までと同じ赤を作ります。先に明るさから調整していきます。先ほど作った赤はこちらの色なので、この色よりも1段階暗い色にしたいと思います。目盛りを左に1、2、3、3つ動かしました。次は鮮やかさを下げていきます。目盛りを左に1、2、2つ動かしました。この色を使って空いている部分をすべて塗りつぶしていきます。塗りつぶしツールを使うと一気に色をつけることができます。この時点ですでに生地の凹凸が見えてきているかなと思います。ここからさらに色を重ねてボソボソした生地の質感を加えていきます。まず重ねるのはこのライン。出っ張りを強調するハイライトを入れていきます。ここで使うハイライトの色がこのデザインで一番明るい色になります。今までと同じように色合いと鮮やかさが同じ赤を作ってから、この明るさの目盛りを左に動かします。今回は目盛りを一つだけ左に動かしました。この色を使って今度はところどころ途切れたようなラインを引いていきます。こんな風にランダムに途切れさせることによってボソボソした生地の質感を表現していきます。同じ作業を全面に行っていきます。
全面に色を重ねるとこんな感じになります。描いた部分が分かりにくいので試しに色を白くしてみました。もし帽子などの立体的なものにデザインを使う場合は、膨らんでいる部分に当たる場所にこのハイライトを集中させるといいと思います。今度はメリハリをつけるためにこのラインに暗い色を重ねていきます。もともとこのラインで使われているのはこんな色です。この色よりも明るさを少し下げて暗い色を作りたいと思います。この色は明るさの目盛りが右から1、2、3、4、5つ目のところにあります。この色の目盛りを覚えておいて新しい色を作ります。まず色合いと鮮やかさを合わせて、それから明るさの目盛りを動かします。先ほどの色は右から5つ目のところに目盛りがあったので、1つずらして右から6つ目の色にしました。この色を使ってハイライトの時と同じようにランダムに途切れさせたラインを入れていきます。ハイライトの時よりもラインは短めで、間隔も少し広めに開けています。先ほどより生地の質感がかなりくっきりしました。今描いた部分を分かりやすい白色に変えて見てみるとこんな感じです。私はこのデザインを後でクッションにリメイクしようかなと思ったので、生地の合わせ目がある上下の部分に黒い色を集中させてみました。最後にこのラインにもボソボソした質感を描き足そうかなと思います。まずはここに使われているカラーパレットの色を確認します。鮮やかさが右から3番目、明るさが右から4番目のところになります。今の色を覚えておいて、全く同じ色を新しく作ります。あまり大きな変化を加えたくないので、今回は明るさではなく鮮やかさで調整を行います。鮮やかさの目盛りを一つ右にずらしました。そしてこの色で今までと同じように途切れたラインを重ねていきます。すごく微妙な違いなので、この作業はしなくても大丈夫です。わかりやすいように白色に変えて見てみるとこんな感じです。これでコーデュロイ生地のデザインが完成しました。早速できたデザインを丸太のソファーのクッションにリメイクしてみました。この赤い色で同じように作っていただいて、後からお好きな色に変更をされるといいんじゃないかなと思います。今日はこのデザインを使って少しだけ色変更もしてみましょう。色変更をする際は必ず Y ボタンでコピーをして元のデザインを取っておくようにしてください。先ほど作ったデザインを今度はブルーに変えていきます。すべてのカラーパレットの色合いを赤からこの青に合わせていきます。すべて青い色にできました。ここからさらに少し暗い色合いにしてみましょう。カラーパレットを開き、明るさの目盛りを左に動かして暗い色にしていきます。今回は目盛りを1、2、3、3つ動かしてみました。いくつ目盛りを動かしたのか必ず覚えておいてください。そのまま他のカラーパレットも同じ数ずつ目盛りを動かしていきます。先ほどよりも少し落ち着いた色合いになりました。ただ暗めの色にするとこの出っ張りの部分が少し目立たなくなってしまいます。そんな時はこのハイライト部分の色をとって明るさを右にずらして微調整を行ってください。ひとまず様子を見ながら目盛りを一つだけずらしてみました。さらにこの暗い色を使っている部分も
ぼやけて目立たなくなってしまっているので、ここも明るさを今度は左にずらして色を濃くします。先ほどよりもコントラストがくっきりしてきて、形がよく見えるようになってきました。こんな風に暗い色味に変更する際は、明るい色と暗い色を微調整してコントラストを強くしてあげるとぼやけずに済むと思います。最後にもう一段階だけハイライトを明るくして完成です。同じ要領で緑も作ってみました。原色っぽいカラーもなかなか可愛いんじゃないかなと思います。次はこのデザインを淡い色合いに変更していきたいと思います。この赤いコーデュロイ生地のデザインを今度はベージュっぽいコーデュロイ生地に変えていきたいと思います。ベージュっぽい色にしたいので、今度は色合いをオレンジに合わせていきます。色合いをすべて合わせ終わりました。さて今度はもっと白っぽい色に近づけていきたいので、鮮やかさの目盛りを動かしていきます。一旦目盛りを1、2、3、4、5、6個動かしました。他のカラーパレットも同じように鮮やかさを6つずつ動かしていきます。鮮やかさのカラーバーは左に近づけていくとどんどん白っぽい色味になります。なのでパステルカラーのような淡い色合いを作りたいときは、この鮮やかさを下げるといいと思います。鮮やかさをすべて変更しましたが、もう少し淡い色合いにしたいと思ったので、さらに鮮やかさの目盛りを2つずつ左にずらしました。なかなか淡い色味になってきました。今度は明るさの目盛りを1つずつ右に動かしていきます。これで大体の色変更ができました。ただ鮮やかさを下げて淡い色に変更すると、暗い色味がかなり目立っているのが気になります。なので今度はこの暗くなっている部分の色を微調整してみます。まずはこの一番暗い色を取って明るさを1段階上げます。さらに同じライン上で使っているこのもう一つの色も取って明るさを1つ上げます。こんな風に淡い色合いの時はコントラストを下げてあげると全体がよくなじむと思います。家具にリメイクをするとこんな感じになります。最後にこのベージュのデザインを使って淡いミントグリーンに色変更を行ってみます。ミントグリーンにしたいので、今回はまずこの緑と水色の間の色に色合いを合わせていきます。このままだと少し蛍光色っぽいので、鮮やかさを左にずらしてもう少し淡い色合いにしていきます。目盛りを左に1、2、3、3つずらしてみました。すべてのカラーパレットを同じように3つずつ動かしていきます。かなり柔らかい色になってきました。今度は明るさの目盛りを左に1つずらしていきます。これで明るくなりすぎていた色味が落ち着いてきました。最後に一つポイントがあるのですが、鮮やかさを下げて淡い色味を作ると、この部分がかなり白っぽくなりすぎて色が抜けてしまったような印象になります。だからといってここで鮮やかさを一つ戻すと、この色と同じ色味になってしまいます。そんな時は私は色合いを一つずらすようにしています。
色合いを変えることでほとんど似たようなトーンでも微妙に違う色を作ることができるので、鮮やかさと明るさで微調整ができなくなった時は色合いも少し変えてみてください。これでデザインが出来上がりました。ここからは今までご紹介してきたコーデュロイ生地の描き方を踏まえてキャップを作る時のポイントをご紹介していきます。カラーパレットはもう少し微妙な微調整をしていますが、ほとんど同じ考え方で作っていて、生地の表現方法も同じものです。さらにキャップにした時に影をつけた方がいい場所などを解説していきますので、そのあたりを注目してみてください。それではコーデュロイキャップのメイキングを見ていきましょう。今度はマイデザインプロを起動してつば付きキャップを選択します。今回配布しているミントカラーのキャップはこちらのカラーパレットで作りました。この色がコーデュロイ生地の出っ張っている部分の色、こちらの2色はその上に重ねるハイライトの色、次の2色はへこんでいる部分に使う色、それから影の部分で使う色、最後の2色はロゴを書くときに使います。先ほど作ったコーデュロイ生地と微妙な色の違いはありますが、基本的な考え方は同じでカラーパレットを作っています。それでは早速描いていきましょう。この型紙の境界線の部分からストライプ模様を描き始めます。そのまま真ん中まで描き進めていって、この中央には生地の合わせ目の部分を描いていきます。次に少し明るい色を重ねていきます。基本的に先ほど作ったコーデュロイ生地と同じ手順で描き進めていきます。すべてラインを引き終わったところで同じ色を使って真ん中の生地の合わせ目の部分も描いておきます。帽子のデザインによってこういった合わせ目があるものとないものいろいろあると思うのですが、細かいディティールを加えてあげることでよりリアリティが出ると思います。合わせ目の形が決まったら、今度はこのへこみの部分に色を入れていきます。ここでは先ほどご紹介したように少し色合いの違うグリーンを使っています。これで基本的な色付けができました。次は一番明るいハイライトの色を重ねていきます。帽子はすごく立体的な構造をしているので、頭の形に合わせて丸くカーブしている部分にハイライトを集中させます。出っ張っている部分にハイライトが入りました。次は暗い色を重ねていきます。少し暗めの色で作って生地の合わせ目や縫い目の部分にも使っていきます。それからこんな風に他のパーツとぶつかる部分に集中して色を重ねるといいと思います。特に帽子のつばと接する部分はしっかり影をつけてあげます。前面がだいたい出来上がったので、今度は側面のデザインを描いていきます。
ここでも今までと同じようにストライプ模様を重ねてコーデュロイ生地を描いていきます。一番下から3マス分の範囲は生地の厚みを表現するため暗い色を重ねます。ハイライトを入れていきます。今回も帽子の立体感を考えてカーブの部分に特にたくさん重ねていきます。帽子の縁になんとなく縫い目があるように見せるため、暗い色で途切れ途切れのラインを重ねていきます。今度は前面の上の方に空気抜きの穴を2つ描いていきます。本当はこの穴は後ろ側にも開いていて、だいたい4つぐらいなんじゃないかなと思うのですが、側面の型紙に同じ穴を描いてみると少し数が多いかなと感じたので、今回は前面のみにしてみました。穴の数はお好みで調整していただけたらいいかなと思います。次に中央の下の方にロゴマークを描いていきます。キャップの型紙にも独特の歪みがあるので、それに合わせて形を考えて描いてみました。一色だけだと少しのっぺりした印象だったので、暗い色を重ねてなじませてあげます。さらにロゴが際立つようにマークの内側にも影を重ねてくっきりさせます。キャップの前側はこんな感じになりました。最後につばを描いていきます。今までと同じストライプを描いてから、つばの厚みを出すために縁に暗い色を重ねます。さらにつばの付け根にも帽子の前面と接している部分なので暗い色を重ねていきます。さらにキャップはこの辺りにも縫い目があるデザインがあるので、なんとなくラインがわかるように暗い色と明るい色を使って描いていきます。しっかり描きすぎてしまうと違和感があるので、部分的になんとなく筋が見えるなという程度でいいと思います。あとは全体を見ながら細かく微調整をしてコーデュロイキャップが完成しました。ここまで見てくださりありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。コーデュロイ生地は単純なストライプのような模様に見えますが、色の使い方によって質感が表現できるようになるところがとても面白いなと思いました。よかったら試してみてください。お洋服のデザインもしまくりと並行してどんどん動画でご紹介していこうかなと思っているので、今後の投稿が気になるなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録をしてみてください。また今回の動画の内容を少しでも気に入っていただけましたら、いいねボタンも押していただけるととっても嬉しいです。今後の制作の励みになりますのでぜひお願いいたします。それでは今回も拙い動画ではありましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。